皆さんこんにちは、五戸美希です。今日のテーマはボイストレーニング、話し声のボイトレですね。中でも作業の滑舌についてお伝えをしていきます。なんで作業なのかと言いますとですね、これはアナウンサーとかレポーターとか MC とか目指している方、スクールに通ったり研修を受けたりしますよね。で、そういった場で作業が弱い、作業が甘いと言われる方が本当に多いんですね。で、話す仕事を目指している方だったりとか、プロじゃなくても滑舌を良くしたいと思っている方だったりとか、あとは実際に作業が弱いって言われたことがある、そんな皆さんにですね、役に立つ動画を作りたいなと思いまして作っております。今回はちょっと長いです。はい、まずお伝えしたいこととしては、作業が弱いとか作業が甘いと言われたことがある受講者さん、私もたくさん見てきましたけれども、練習不足とか筋力不足とか、あとは舌が長いとか短いとか、そういう方は一人もいなかったですね。どういうことかというのをこれから解説していきます。で、私自身は作業の滑舌はものすごく苦労しました。はい、本当にすごく時間がかかっちゃったので、私の話は最後にまとめます。スピーチトレーニング。はい、でまず作業はさすせそは死形音です。そして死は死形口腔外音です。一個ずつ説明しますね。死形音っていうのは舌先と歯の裏の歯茎のあたりで狭い閉鎖を作る音なんですけれども、これ最初よくわからないと思うので後でまた詳しく言いますけれども、とりあえず歯茎が関係するんだと思っていただければ大丈夫です。で、死形口腔外音は舌の中ほどと口腔外の前の方の部分とで閉鎖を作る音のことなんですけれども、これは最初はそう言われましてもってなりますので、まずは作業で死だけ音の出し方が違うということが分かれば大丈夫です。で、これヘボン式ローマ字で書くとさすせそは子音を S で書きますね。そして死は SH で書きますね。これは発音が違うからなんですね。なので、もし万が一作業の発音をさすいすせそと言っている方がいたら、しだけすいじゃなくてしですよというふうに直していくことになるんですけれども、日本語母語話者、日本語のネイティブスピーカーであれば、しは無意識に死形口腔外音になっているので、ここで作業の問題がある方っていうのはほとんどいないです。作業が指摘される方っていうのはさすせその方で指摘をされるわけですね。例えばこういう言葉、親切診察室視察、行政観察査察士、消息筋の推察、誠心誠意草案再審査、こういう言葉でうまく言えない、噛んでしまうっていう方が弱いとか甘いとか指摘されるということが多いです。で、作業がたくさん出てくる言葉で噛んでしまうっていう方は弱いとか甘いんじゃなくて噛んでしまうことが問題なんですね。なんで噛んでしまうのか、どうしたらいいのかというのをまとめていきます。スピーチトレーニング。はい、でなんで作業で噛んでしまうのかと言いますと、ほとんどの方は力みですね。力入りすぎなんですね。原稿読みだ、ニュースだ、ナレーションだというふうになりますと、超音法が日常の会話と異なってしまう、その力んでしまうことで滑らかに動かなくなるということが起こるんですね。まず原稿を読むときに口を大きく開けている方はそれをやめるのが大事です。親切診察室視察ってやってたら、これが滑舌を悪くする原因なので、口を大きく開けるのをやめる大事ですね。で、声を高くしている方、親切診察室視察ってやってる方は、これも力みの原因になりますので、普段話している時と同じ高さに持っていくっていうの大事ですね。私はこれをぬるっと入るというふうに指導をしておりまして、話し声のボイトレとしてつなげる発声練習という名称をつけております。これをまた別の動画に詳しくまとめておりますので、ぜひ見てください。スピーチトレーニング。はい、じゃあなんで力むと噛むのかということをご説明したいと思いますので、そのためにも作業の出し方、発声方法について、調音方法についてここで詳しくお伝えしていきます。作業は死形音ですね。その舌先と歯の裏の歯茎のあたりで狭い閉鎖を作る音と先ほどお伝えしましたけれども、こちらは正確に言うと舌先と上の歯の裏の歯茎のあたりで狭い閉鎖を作る音、
なんですね。でここで勘違いしちゃう、その舌先と上の歯の歯茎かって思うとですね、舌で音を作るのかなって勘違いしてしまいがちなんですけれども、そうじゃないんですね。舌は動かさない、舌は動かしていない状態から口を開くときに舌と歯茎の間、狭いところから開くので摩擦が起こりますね。それでさという音になるわけです。なので作業っていうのは舌の動かし方じゃなくて口の開け方がめちゃめちゃ重要なんですね。上の歯と下の歯の間がほんの少し間が空いている、その状態から少しだけ口を開くとさになるんですね。はい、なので口を大きく開けてしまうと、力んでしまいます。さは出しづらくなりますね。新節さしすせそってやるとさ、はい、これはさは出しづらくなります。口を大きく開けちゃいけないということですね。で、口の中に空間は必要です。さすせそ言い終わった後に口の中に空間がある、そうするとさすせそ、はい、クリアな音が出ますね。で重要なポイントとしては、その作業が弱いとか甘いとか言われた方が舌の動きを強くしないといけないというふうに考えて、その、作業の超音法、舌先と上の歯の裏の歯茎のあたりで狭い閉鎖を作るというふうに、出てくるもんだから、その舌を上の歯の裏からタってこう動かして、発音すると強く出せるのかな、甘くならないのかななんていうふうに勘違いしてしまう方がいらっしゃいまして、これは舌を動かしちゃうとさになっちゃうんですね。なので違う音になってしまうんですね。こういうふうにその作業が甘いとか弱いとか指摘されて、舌を動かさないとって思っていたとか、あとは舌が動いてしまうという方、そういった方におすすめなのはですね、舌を押し当てるですね。その舌の先端、ベロの先端を下の歯の裏の歯茎のあたりに押し当てて、舌を動かさないで上の歯と下の歯の間、ほんの少し間が空いている状態から少しだけ口を開くとさクリアに出ますね。でさせそはこれでかなりクリアになります。ですの場合は口を開くという動作もないですね。押し当てている状態、下のベロの先を下の歯の裏の歯茎のところに押し当てている状態でこれでクリアに出せます。スピーチトレーニング。はい、でどうしてこれを編み出したのかと言いますと、私自身がさになっていたからなんですね。この動画、最後に私の話をさせていただきます。私中学生の時に何かの表紙で作業が甘いとか弱いとか言われたことがありまして、で親に作業の発音方法を尋ねたことがありました。でその時親からですね、さしすせそそうね、舌がこう上から下に滑る時に音になるわよねみたいな感じで、誤った発音方法を習ったんですね。でもそれが正しいって思って意識的にさって滑らせるようにしてたんですね。だから私のさしすせそっていうのはさしすせそみたいな発音になっていたと思います。でこれは別に親を責めるわけじゃないんですよ。日本語母語話者、その日本語ネイティブスピーカーっていうのは日本語の発音方法を習いませんので、知らなくて当たり前なんですね。だから私も知識がなかった。だからそうなんだというふうに思ったし、そうなんだって思いすぎたのが私の間違い。でも本当中学生、高校生、大学2年生までさしつせそうって発音していたので、滑舌がものすごく悪かったですね。で私大学2年生の時からアナウンススクールに通っているんですけれども、作業が弱い、作業が甘い、毎週指摘されまくるということになりました。で、弱いとか甘いっていうふうに言われる、でも舌の使い方が間違ってるっていうふうな指摘はされなかったので、私は練習不足だっていうふうにまたここで勘違いをするわけですね。で間違った舌の使い方で毎日発声練習をし続けていました。で1年ぐらいアナウンススクールに通ってから初めて五戸さん、舌の使い方が違うんじゃないって指摘をしてくれる先生に出会いまして、そこで初めて舌を動かさないことを知るんですね。大学3年の時だったと思います。本当泣きました。中学の時から私ずっと間違ってたんだって思って本当泣きましたね。はい。
そこで私練習方法をガラッと変えまして、私が編み出したのが先ほどお伝えしたおすすめですね。ベロの下の先端を下の歯の裏の歯茎のあたりに押し当てて、舌を動かさない。下の歯の歯茎に押し当てると開くときに舌が動かないので、クリアにさしすせそが出せるということです。スピーチトレーニング。はい、ということで今日は作業の話をいたしました。大衆受けする話じゃないので YouTube でするのはどうなんだろうと思ったところもあるんですけれども、同じような思いをする人が減ってほしいというのがありますね。はい、そんな思いで今日は撮影をしてみました。あとはごく一部の話す仕事をしている方にはすごく共感してもらえるんじゃないかなという気がしております。あと作業は C とスは無声化の問題もありますので、入れようかなと思ったんですけれども、ちょっとあまりに長くなりますので無声化の話は割愛しております。 YouTube で無声化も取り上げてほしいなどなどありましたらぜひコメントください。はい、ということで五戸美希のスピーチトレーニング、メルマガの配信もしております。ぜひご登録ください。個別レッスン、動画教材、オンラインサロンもやっております。話し声のご相談も受けたまわっております。詳しくはプラン一覧をご覧ください。最後までご覧いただきましてありがとうございました。